あなたが家庭で学んだ常識は本当に世間の常識と一致していますか？遡ることおよそ10年前の2012年7月、オーストラリア・ニューサウスウェールズ州の田舎町が今回の舞台。この町の住人から警察にとある通報が寄せられました。丘の上で学校に行っていない子供たちがたくさん暮らしているみたいなんです。通報を受けた警察が丘の上へ向かうと、そこにあったのはトレーラーハウス2台にテント。その中には信じられない光景が待っていたんです。この限られた空間になんと48人もの家族が住んでいたんです。そしてこの家族はただの家族というわけではありませんでした。なんとこの家族の父親はそこに住むほとんどの娘とちょめちょめしていたんです。田舎町の丘に住む超大家族。この家族はなぜこんなにも人数が増えてしまったのか。そこにはこの家族が50年以上も続けた恐怖の習慣があったんです。スイスイフクレナです。ケンちゃんです。何に影響され始めたね。ヤミヤミコ、スイスイ影響されてんじゃん。スカイピースさん、クレマグさん、フクレナさんがね、取り上げてくださってるっていうのを聞いてですね、僕があんまり見れてなくてね、申し訳ないんですけど、調べてから来なさいよ、あんた。これからね、チャンネル見させていただくんですけど、本当にありがとうございます。本日ね、ラプラスダークネスで取り上げる VTuber の今日いっぱい出てくるわね。感謝祭です。ありがとう、いつも。はい。オープニングがね、めっちゃかっこいい。そうなの。本日は田舎町のトレーラーハウスに住み続けたコルト一家についてなんですけど、この事件ね、僕知った時ね、家族に刷り込まれる常識っていうのがいかに子供に影響を与えるか。子供を限らず家族同士でもそうなんですけど、平均が自分なわけなんですよ。それを体現したような事件なんじゃないかね。それではまずね、コルト一家がそれまでね、どのように暮らしていったのか見ていきたいと思います。コルト一家の歴史。遡ること10年前の2012年7月、オーストラリア・ニューサウスウェールズ州。ここにある人口約2000人程度の静かな田舎町が今回の舞台。この町の住人の通報で事件は発覚しました。丘の上で学校に行かない子供たちがたくさん暮らしているみたいなんです。町の外れにある丘の上に不法占拠状態で住んでいる家族がいるという通報でした。早速警察は現地へ向かったんですが、そこで彼らが見たのは驚くべき光景でした。そこにあったのは2台の汚れたトレーラーハウスと2つの物置、そしてテント。しかもそこに住んでいた人数はなんと48人。彼らが家長のベティを中心とするコルト一家でした。ってことはさ、トレーラーハウス一つにつき24人ってことでしょ？普通の家よりだいぶ狭いよ、トレーラー一つなんで。そこにそんな人数入れる？最強戦かって話ですよね。最強戦って何？詰め詰めじゃん。最強戦？あ、最強戦ね。押すだけの仕事の人いるからね。まあそんな状態だったんですけど、このコルト一家ね、昔からここに住んでいたわけではなかったんです。そもそもコルト一家はもともとオーストラリアに暮らしていたわけではなく、隣のニュージーランド出身でした。そんな中、コルト家の娘ジューンは1966年にティムという男性と結婚。その後子供を7人産み、1970年代には一家でオーストラリアに移住します。さらにそこで定住地を決めるわけでもなく、オーストラリア内を転々としていたというんです。ティムとジューンはミュージシャンをしていたこともあり、各地で音楽活動をして生計を立てていました。ところが2009年、事態が急変します。一家の大黒柱であるティムが亡くなったんです。そこから家長は娘のベティに代わり、さらに一家は移住をやめて最後にいたニューサウスウェールズ州に留まることに。そしてコルト一家は木を切って焚き木を売り生活していました。ほとんど買い物もせず、年に 2,3 回だけ町の中心部に10人ほどで出向いて必要なものをさっと買って帰るだけ。身なりが不潔だったため、近所ではあの家族は生まれつき汚いんだろうなとジョークの対象になっていたというんです。もうそういうジョーク言うやつも言うやつだけどな。そうやって怪しまれ続けた結果、改めて3年後に通報されることになるんです。移住してたからトレーラーハウスだったわけね。だとしても定住するんなら家買いなさいよ。警察からしたら人数の多さにも驚いたとは思うんですけど、うんうん、それだけじゃない別の驚きもあったんです。異常な環境。警察はもちろんこの狭い空間に子供が数十人いたことにまず驚いたんです。そしてその次に驚いたのはあまりにも劣悪な環境だったこと。ストーブや調理器具は泥まみれで配線もむき出しの状態。電気どころか上下水道もなく、トイレは藪の中で垂れ流し。もちろんシャワーも洗濯機もないので子供たちは汚れ放題。そんな環境で暮らしているせいで子供たちは歯の磨き方やトイレットペーパーの使い方さえ知りませんでした。掃除をする人間ももちろんおらず、周囲には悪臭を放つゴミ袋が多数散乱していました。極めつけは子供用ベッド。警察官が中を覗き込むと、そこに寝ていたのはなんとカンガルー。
どういうこと？いきなりすぎて理解できないんだけど。子供用ベッドにポッて見たらカンガルーがパッて寝てたんですよ。ポケットの中に子供いたみたいな。いやマトリョーシカ君、このね劣悪な環境で育つ子供っていうのはかわいそうなんですけど、警察はね別のところでもさらに驚くんです。警察官たちは次にコルト一家に聞き込みを開始したんですが、そこで劣悪な環境以上におかしなことに気がつくんです。本来なら言葉を話せるはずの年齢にもかかわらず、明瞭な言葉を話せない子供たちの方が多かったんです。それだけではありません。ほとんど全員が足に感染症を患っていて、先天的に奇形だと思われる子供も何人かいたんです。環境が劣悪であれば病気になる人間も増えるんですが、それにしても異常とも言える多さ。この家族は何かがおかしい。そう感じた警察は家族全員分の遺伝子検査を実施。その結果、この家族の重大な事実が判明したんです。48人にもなるコルト一家は謹慎で増えていたんです。家族内で。そういうこと想像もつかんすよね、我々からしたらね。一般常識としてさ、家族とそういうことはしないってあると思うんですけど、ただ倫理観とかそういうことだけで禁止されてるわけじゃないんですよ。なぜ法的にも禁止されてるかっていうのは別のところにも理由があるんです。というわけで本日のメトラキーワード、近親婚について。近親婚とは自分の実の親や兄弟姉妹と婚姻を結ぶこと。日本をはじめ世界のほとんどの国ではあまりに近すぎる親戚同士の結婚を禁止しているんです。近親婚が禁止されていることには医学的な理由があります。子供が生まれる際に片方の親が病気に弱い遺伝子を持っていても、もう片方の親の遺伝子がそれをカバーする場合が多いんです。しかし親が親戚同士の場合は同じ遺伝子の部分が多いホモ接合と呼ばれる状態になってしまい、歩行や知能の障害、感染と呼ばれる足の病気などが発症しやすくなるんです。コルト一家の病気ってさ、そういうことなんです。家族内で関係が持たれていたことに起因してるんです。では具体的に家族内でどのような関係が築かれていたのか、早速見ていきたいと思います。コルト一家の内部事情。結婚を機にオーストラリアへ移住してきたコルト一家の娘ジューン。このジューンが夫ティムとの間に7人もの子供を産んだことが全ての元凶でした。ティムはジューンだけではなく、旅行先で出会った相手とも行きずりの関係をたびたび持っていた倫理観の欠如した男。一家にはそうした行きずりの関係で生まれた子もいるというんです。そしてあろうことかティムは自分の娘とも行為を繰り返すんです。そのせいもあってか、ティムの子供たちの間で家族内での行為は当たり前のことになっていました。まず後に家長となる娘ベティにはなんと13人の子供がいるんです。その子供は全員父親のティムか弟のチャーリーとの間に生まれた子供。実際ベティとチャーリーは毎晩一夜を共にしていたというんです。ベティの妹マーサも同様に父ティムもしくは弟の子供を複数人産んでいます。そして家族同士の行為は次の世代にも受け継がれていきました。ベティが産んだ13人兄弟の間でも行為は繰り返され、3人の孫が誕生。ベティの孫たちにとっては両親も祖父母もさらにその前の代も家族同士の行為で生まれていることになるんです。家系図がなんか上にも横にもなんかあっちらこっちで繋がりすぎててよくわかんないわ。家族同士でね関係を持ったり繰り返してたので、もう環境も最悪ですし、子供たちの健康状態最悪な状態だったんです。しかもね、そのおかしな倫理観の中で育った子供たちは社会生活においてもその影響が出てきてしまう。コルト一家には先天的な障害で学校に通わせてもらえない子供も多くいましたが、そうでない子は学校に通っていました。しかし間違った倫理観で育った子が学校へ通えば思わぬところでボロが出てしまうもの。ある日コルト一家の一人が学校で友達にこんなことを話しました。お姉ちゃんが妊娠したんだけどさ、どのお兄ちゃんが父親なのかわかんないんだ。誰彼構わず行為を繰り返す家族を前に、子供たちはそれを何とも思わずクラスメートにも普通に話していたんです。この発言にクラスメートはドン引き。ここからコルト一家のヤバい噂が広まっていったと言われているんです。子供たちこのことを隠さなきゃって自分たちの家庭環境おかしいとも何とも思ってなかったってことですね。そうですよね。それによって周りに知られてしまって、こうした噂はどんどん広まっていたんです。そしてコルト一家は逮捕、さらに裁判へと発展していく。結局コルト一家のうち家長のベティをはじめ8人の大人が逮捕。理由には育児放棄や児童虐待もあったんですが、そのほとんどは性的暴行の罪。裁判所の資料が家族同士の行為の記録で埋め尽くされるという異様な事態だったんです。そしてこの時逮捕された大人のうちの一人チャーリーは次のような発言もしています。家族同士で子供を作るなんて倫理的に間違ってるし、そんな環境で育ってもいません。きっとベティに交際を断られた男が腹いせに噂を流したに決まっています。家族のことは性的にではなく心の底から愛しているんです。
。ただ先ほども言ったようにコルト一家が家族同士で行為に及んでいることは遺伝子検査で判明済み。自分たちの非を認めず隠そうとしたチャーリーの発言はコルト一家の悪評をさらに助長する要素にしかなりませんでした。つかない男ね、もう嘘って分かってるのが素直に認めればいいじゃない。そうそうね、もう検査でもバレてるんでね。こうしてね、コルト一家のね、この飲酒のね、原因となる大人たちが逮捕されたことにより一見落着かと思いきや、そうはいかないんです。ある女が虎視眈々ととある計画を立てて狙っていたんです。その時を狙う女。コルト一家の大人は逮捕されたんですが、子供たちはどうなったんでしょうか。彼らのもとには地域の相談員が複数回訪問し、最終的には12人の子供たちが保護されました。子供たちは心理学者による調査や精神治療のプログラムを受け、最終的には里親のもとで養子として育てられることに。しかしそう簡単にことは運びませんでした。里子に出された12人のうち、ある2人の男の子に魔の手が迫っていたんです。ある日のこと、学校から家路を急ぐ一組の兄弟がいた。兄のボビーと弟のビリー。コルト一家から里子に出された16歳と15歳の年子の兄弟だ。彼らは里親のもとで幸せに暮らしていた。あ、ママからだ。ボビーはつぶやいた。ここでボビーが指しているママとは里親ではない。実の母ですでに出所していたベティのことだ。そしてボビーに携帯を与えたのも里親ではなくベティだった。もしもしママ、どうしたの？ああ、愛しいボビー。声を聞くだけで興奮しちゃうわ。息子に対する電話とは思えないほど妖艶な声で受け答えをするベティ。彼女はボビーに携帯を持たせてから頻繁に電話をしてはセクシーな声を使って、時に性的な用語を使って彼を惑わせた。なぜベティはボビーを誘惑しているのか。そこには一つの思惑があった。ボビー、よく聞いてね。あなたは今悪い大人に騙されてるの。本当は私の元でみんなでまた暮らすべきなのよ。だからビリーと一緒に私の元へ来てちょうだい。なんとベティは息子たちを里親から自分の元へ連れ戻そうとしていたのだ。いや、せっかく里親の元で暮らしてたのにさ、なんでまた連れ戻そうとすんのよ。いや、本当にそうですよね。このベティにはついに天罰が下る。兄弟を自分たちの元へ連れ戻そうとしたベティだったんですが、結局は未遂に終わり、ベティは新たに誘拐未遂の罪で起訴されます。ベティはこの時、息子と一緒に暮らしたかっただけと無罪を主張。一方、検察側は次のように反論します。ベティが一緒に暮らしたいと言っても、そこはかつてと同じ電気も水道もない劣悪な環境だ。二人をベティの元へ戻すことはもはや虐待だ。結局裁判所は誘拐未遂と判断し、ベティに懲役12ヶ月を言い渡しました。そしてここで一番驚かされるのは、ベティが息子たちを連れ戻そうとした本当の理由について。実は彼女は息子と一緒に暮らしたかったわけでも、息子に性的な欲求を覚えていたわけでもないんです。ベティが息子を連れ戻そうとした理由はなんと金目的。彼女は息子たちを南オーストラリア州の農場で働かせ、その給料を巻き上げようと考えていたんです。性だけじゃなくてお金にもなんか忠実というか貪欲な女ね、本当に。こうしてね、ベティのね、企みっていうのは阻止されたんですけど、その後もコルト一家にね、まつわる環境とか状況を含めて苦労が絶えなかったんです。コルト一家の子供たちが保護されてから10年経つ今、逮捕された大人たちの中にはすでに釈放されている人もいます。一方、コルト一家の子供たちにとって事件の影響は強く、コルト一家の一員だとバレれば新天地でもいじめられることもしばしば。そもそもコルト一家という呼び名自体も偽名。それだけの配慮で報道されていてもバレることがあるくらい影響力のある事件だったんです。子供たちが未だに家計のしがらみに苦しめられていることを思うと、10年経った今でも事件は完全に解決していたとは言えないのかもしれません。